皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。朝起きると部屋の中が冷たく、なかなか布団から出れずにいました。そして氷点下予報のこんな寒い日には、ベランダの多肉たちには不織布を二重掛けして防寒対策しています。今日はこのベランダの小株がついている多肉たちの小株をカットして増やす作業をしていこうと思います。このダークアイスは燻製ではないんですが、カットして増やしておこうと思います。とここでこの状態を見てお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今年は暖かいビニールハウスの中で作業ができるように、作業台をビニールハウスの中に入れてみたんですが、ご覧の通りビニールハウスの中は通路まで多肉であふれています。ちなみにビニールハウス内の気温は20度を超えていました。本当はこの中で作業したいところですが、今日は風が強く、体感気温はマイナス2度と低いため、作業はこのベランダで行うことにしました。まずはこのエゲリアの小株を外していこうと思います。上手に手で取れるかと思ったんですが、残念ながら茎の途中で切れてしまいました。寄せ植えだと茎の長いまま植えた方が株が安定するんですが、今回は寄せ植えではないので茎を少しカットしました。あとはカットした小株を土の上に置くだけです。エゲリアの小株外しはこれで完了です。次はこのダークアイスです。このダークアイスは寄せ植えなんですが、少し窮屈になってしまっているため、2株ほどカットしました。寄せ植えにしていたため、ロゼットはあまり大きくありませんが、お一人様に植えてロゼットを大きく育ててみたいと思います。ポットの中を覗いてみると葉が落ちていたので、ついでに葉差しもしておこうと思います。カットしたロゼット部分と一緒に葉差しを刺していましたが、思いのほか落ちていた葉が多く、結局もう一ポットダークアイスの葉差し用のポットを作ることにしました。ダークアイスの株元には少し土を足しておきました。このひと手間をすることで、後々の多肉の成長にも違いが出てきます。これでダークアイスの作業も完了です。夜、風がとても強かったため、畑の野菜が気になり見に行ってきました。この冬、初収穫したキャベツは虫食いだらけですが、無農薬なので仕方がないですね。色づいていたタバスコと唐辛子も収穫してきました。トマトは赤くならないため、すべて収穫してきました。
この九条ネギは今夜の夕食に使う予定です。ホーム玉ねぎがこんなに小さかったのにはちょっとショックでしたが、風で落ちてしまっていたトマトも拾ってきました。ベランダに戻り、作業の続きをしていきます。このカリフォルニアクイーンはいつの間にか群生になっていました。多分この一番大きな株が親株なんでしょうね。この親株をカットしました。このカリフォルニアクイーンは斑入りなんですが、葉ざしを取って育ててみて斑入りが出るか検証してみようと思います。カットしたロゼットにもたくさんの枯れ葉がついていましたが、残りの枯れ葉もすべてきれいに掃除しておきます。ピンセットで伸びていた茎の下の方をハサミ、もう一株だけ外しておきました。外した小株の枯れ葉もきれいに取り除いておきます。茎が伸びていますが根が生えているので、これはこのまま植えることにしました。そしてダークアイス同様に、このカリフォルニアクイーン錦の株元にも土を寄せておきます。これでカリフォルニアクイーン錦の作業も完了です。次も群生になっているこのブルーエルフをいくつかカットしていこうと思います。ここでカットした切り口を見てみると、少し茎の中心が黒く変色していました。もう一度茎をカットしてみると、きれいな茎が出てきたので一安心です。もう一つカットして茎を確認してみることにします。どうやら茎が変色していたのはあの株だけのようで、こんなサプライズはちょっと勘弁してほしいですね。今年のベランダの多肉には春に一度、秋に二度液肥を与えています。ここ最近は春と秋に一度ずつ液肥を与えていましたが、今年の夏はとても暑く、多肉も弱っていたため、秋に2回液肥を与えました。そのせいか多肉たちも生き生きして見えます。次はこのエンジェルスフィンガーです。親株をカットしようか小株をカットしようか迷いましたが、結局は一番大きい小株をカットしました。そして葉ざし用の葉も数枚取っています。ここで葉ざし用のポットがなくなってしまったため、カットしたエンゼルスフィンガーの横に葉ざししておきました。これでエンジェルスフィンガーの増やす作業も完了です。そして今日の最後の作業はこのクリスマスイブです。いつの間にかこんな風にたくさんの小株が出ていましたが、やはりお一人様で可愛く育てたいのもあって、一番大きい一株だけ
カットしてみました。ついでにこのクリスマスイブも数枚葉ざし用に葉を取りました。実は鉢の中に1枚だけ根っこの生えたこの葉ざしっこちゃんがいたんです。そしてポットの中にもう1枚葉が落ちていたので、これも一緒に葉ざししておくことにしました。はい、ということで今日の動画はベランダでこぶいていた多肉の小株を外して増やしていく作業と、増やしておきたい多肉をカットしていきました。いかがだったでしょうか。天気予報ではこの寒さと強風がまだ数日続く予報ですが、今よりも気温が下がるようなら様子を見て不織布の上にもう一枚いらなくなったカーテンをかける予定でいます。今日カットしたこの小株と葉ざしはしばらく家の中で管理しようと思います。しっかり根が出てからでも外に出すのは遅くないので、とりあえずはこのまま様子を見ます。そしてダドレアさんも意外と寒さに弱そうなので家の中に入れることにしました。ベランダの多肉たちに不織布をかけ直し、いざ撤収という時になりやってしまいました。最後の最後でこのありさま。寒いので窓を閉めて部屋の中でもう一度植え直しました。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。